昔を思い出す。カープライムナビゲーターの川西圭介です。今日は特別企画ですね、このフランスを代表する新旧スポーツカー2台を用意しました。カープライムアンバサダーレーシングドライバードリフトキング土屋圭一さんです。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、 DK 土屋圭一です。この2台なんですが、今日すごいですよ。これは、いや、これはね、はい、なかなか見ないですよ。見ないですか？見ない。そうですよね。いや、だって1971年ですよ。これはね、貴重品ですよ。こちらは乗られたことありますか？これはもう去年乗りましたね。じゃあ今日はですね、この2台を、はい、見るだけではなくて、ちょっと乗れるというのでですね、タイムスリップしたような感じですよ。そうですよね。はい、で我々日本人からすると、箱スカと参考 GTR 乗り比べるようなもんですからね。はい、年代的にもそうですよね。まずは元祖 A1 店を、そうですね、原点ですね。ジャン・レデレという、レーシングドライバーが、作ったブランドで、1950年代ですよね。でこの車が生まれたのが、1963年なんですけども、アルピーンという名前のようにやはりこうアルプスを、ラリーで走っていたドライバーということで、サーキット生まれのこのスポーツカーとはちょっとまたね違う。違いますけど、やっぱこう、ラリーはターマックじゃないですか。はい、だからやっぱりその同じだと思うんですよ。だからロードカーで持ってきても、そんなに足回りをラリー用からロード用に変えるぐらいだから、市販車としてはやっぱり面白かったですよ。だからこの当時としては、この大きさが本当主流だったんでね、日本車のやっぱり1970年代80年代見ると、やっぱこの大きさですよ。長さが3850、幅が1550で、高さが1118で、重さが大体、モデルにもあるんですけども、700キロから800キロ前後ということなんですけども、そうですね。今考えると小さいですよね。いや、小さいし、やっぱこう今の現行に比べると低いじゃないですか。低いですね。こっちはもう今時の背の高さ、そう、スポーツカーね、大きさ、これはやっぱりね、この当時としては大きかったんですよ。そうか、もっと小ぶりだったんですね。そうですね。だから今のその現行と比べると、もう日産サニーもそうなんですけどあの年代と今のを比べると、これがサニーかシビックかみたいなね。アローラもシビックもみんなこの大きさぐらいで、だけど当時はやっぱこの大きさなんですよ。なるほど。じゃあ土屋さんとしてはちょっと懐かしい感じがやっぱありますか？いや、懐かしいです。この時代の車ってドイツ車もそうなんですけど、やっぱね、運転席に対してオフセットしてるんですよ、こう足がなるほどなるほど。だからちょっとね、おかま座りみたいなこんな真正面にペダルがないの、オフセットしてるの。そこがね、面白かった。この車は、ボディはですね、ほぼほぼ、FRP ですね。そのバックボーンフレーム、交換性のバックボーンフレームの上に、FRP をかぶせているというような感じで、これも当時のスポーツカーの作り方としては割とオーソドックス。ロータスとかもね、そういう感じですよね。RR と言われる、要はエンジンが後ろここに入ってますけども、このエアインテークなんかさ、もうおしゃれだよね。そうか、穴が開いててここから入るんですね。そうです。おしゃれでしょ。デザインしてますよね。もうこの辺がオフランスだよね。なるほど。確かに。これ日本人だとこんなことやんないよね。そうですね。フランスっていうのはなんかね、いろいろ優雅ですよね。おしゃれおしゃれ。僕が小さい頃ってこの車は雑誌でしか見たことがない。本当にそういう車ですよ。ポルシェのね911もそうですけど、当時はやっぱり RR っていうのは結構そのスポーツカーに採用されてたレイアウトなんですね。楽だったんじゃない？そのレイアウトとしては、その車軸よりも後ろにエンジン持ってきてドンと置けるっていうトラクションがかかるってことですか？だと思いますよ。そうですね。考え方としてはポルシェと一緒ですね。割と面白いですよ。ドリキン的には RR ってのはどうなんですか？1990年代までは嫌な車だなそうですか。いきなりこう来るんで、ケツがやっぱ振り子というかね、重たいものがやっぱりそうですよね。後ろに乗ってるからこういっちゃう。だからミッドシップの方が割とね、車軸の上に内側にあるんで、車体の、だから乗りやすかったかなって。なるほど。 RR はやっぱりこうね、癖があった。そうですよね。後ろにドーンと来て、でフロントのグリップがなくて、それをドライバーがなんとかフロントグリップを出すために荷重移動させてる。ちょっとエンジンね、開けてみたいですよね。ご会長です。綺麗ですね。これはまたしっかりと仕上がってますよね。1.3、1.5、1.6、最終的に 1.8 まであったということなんですけど、1.6がやっぱり一番人気があるというか、バランスがいいんでしょう。
ガソリンの匂いがいいね。この時代は本当にウェーバーソレックスでガソリンの匂いを嗅ぎながら走るそれがスポーツカー。そうですね。そうですね。20歳前後ってさ、俺らの時代ってやっぱソレックスウェーバーで走ってたんでね。でこのファンネルの長さを変えると、トルクが変わってくるっていうね。ラリーによってこのファンネルの長さを変える、でトルクを変えてたんですよ。実際土屋さんがレースやってた初期の頃もそういう感じでセッティングを。レースはやってないですよ。レースはやってないです。走らない暴走族、ウェーバーの44杯つけて、駅前でボンネット開けて見せびらかす。燃費悪そうですね。いやめっちゃ悪いですよ。ソレックスウェーバーはリッター3とかだけどね、この時代はそんなこと考えなかった。そうですよね。そうですよね。3本だよ。ああそうです。3本のボルトで止まっている。ありえないじゃん。そうですよ。不安になっちゃうんですよ。今大体5ケツだよ。3本ってやっぱ怖いよね。そうですね。外れちゃうんじゃないかなというね。そしてタイヤがやっぱりこのなんていうの厚み。そうですね。ねこの時代はやっぱこうエアボリュームをね持たしてますよね。こういうタイヤをミシュランでねちゃんと作ってるんですね。作ってるんです。こういうところがやっぱりミシュランは偉いね。そうですよね。これは165 13インチ。小さいですね。13ですよ。13ですよね。13ですよ。じゃあ室内もね見てみたいと思いますが、ガチャリ。はい、どうでしょう。あ、綺麗。シンプルですね。めっちゃシンプル。この時代だとまだシートベルトはなかったりする時代ですよね。まあこのただね、シートは豪華だよ。バケットシートに変えていて、シート4点もね、シートは豪華ですね。メーター周りいいですよね。メーター周りスポーツカーだよね。あれもねアルピンの独特のこうそうですね、レイアウトですね。こうでしょ。そうですね。こうでしょ。どうですか。ここから今度はオフセットするんですよ。足をこれこのままいったら、これブレーキの上に右足があるの。なるほど。だけどこの時代の車ってこうオフセットしてんの。あ、なるほどね。センター寄りにペダルが寄ってる。だから着座位置と足はオフセットしてるの。そうするとなんか自然にこうなよっとしたポーズになりますね。そうちょっとオカマチックな。だけどこれがやっぱこの当時の車。ポルシェもそうなんだけど、やっぱここにホイールがあるから、そうですよね。ホイールからずらしてるんだよね、ペダル類をね。これが面白いよね。なるほど。この時代の車って。そっからのその眺めどうですか。やっぱねスポーツカーだね。この時代のスポーツカーって感じ。これは5速あります。これは5速あります。いやこれは味がありますよ。なんかこう窓越しに見える風景がやっぱりこうアルピーヌラリーみたいなね、なんかそういう雪山とか走りたくなっちゃうようなメーターパネルが雰囲気ある。ありますよね。1960年代にデビューした車って思うとすごい先進的で洒落てませんか。いや洒落てる、本当に洒落てる。そうですよね。当時の日本車とはちょっとやっぱりだいぶ差があったんでしょうね。全然違うでしょ。後ろはもうただついてるだけの感じだよね。そうですね。その4人で乗ってどっかに行くっていう車じゃないよね。そうですね。でも何か荷物を乗せたりね、ことはできますよね。あとは小学生の子供ぐらい。なるほどね。いい音。いい音、いい音。なんかちょっとルパンになったような感じだよね。ルパンですか。なるほど。藤子ちゃん乗せたいね。はい、では片や現代のアルピーヌ A1 点ですが、1971年だから約50年の時を超えて、車が50年経つとこれだけ進化するという。進化してますよね。だけど顔はなんか面影がありますよね。いやこのねやっぱ4つのライト、完全にこう面影ありますよね。古い A1 点ってなかなか実車を見る機会がないじゃないですか。ないですね。物がない。血は通ってますよね。トヨタ 2000GT を現代とかなかなかないじゃないですか。こうヨーロッパ車ってなんかこう引き継いでるんだよね。引き継いでますね。やっぱ嬉しいですよね。だからそれはもうベンツでも BM でもポルシェでもそうじゃないの。顔がなんとなくこうどんどん進化していくんだけど、ベースはこうなんだっていうのは変えないじゃない。確かに今の911を見た時にやっぱ面影がありますよね。そうだからやっぱりヨーロッパのその車作りでこういうものは絶対崩さないんだろうね、ベースは。そうですね。アルピーヌだって思わせるもんね。この新しい A1 点が出た時に、アルピーヌっていうブランド自体が20年ぐらい途絶えてたんですけども、その開発者の方が
復活させたというよりは、もしA110を我々がずっと作り続けていたら、ポルシェ911のようにどうなったかっていうことで、これを作ったっていうふうにおっしゃっていたんで、やっぱり続いてるんですよね。そうですね。なんかヒストリーがね。そうですね。面白いですよ、本当に。面白いですよね。これサーキットで走らせたんだけど。そうですか。結構パワーもあるし、面白い。標準が252馬力なのに対して、こちらは292馬力で40馬力アップしてるんですね。であと足回りもそのダンパーとかスプリングのレートも変わってるので、そしてそのあなたの標準の方ですよね。標準そうですよね。標準でも全然面白いですよ。不思議なのが、この現代の A110って乗り心地すごい良くないですか。いいですよね。スポーツカーなのに、一般道乗ってると全然なんか我慢するところがないというか。そうですね。サーキット走らせても全然面白い。あ、そうですか。土屋さんが走らせて面白いっていうんですからね。FR みたいに走る。あ、なるほど。これね、ミッドシップですけどね。だけど FR みたいにちゃんとフロントの接地感があって、後ろもベタっとしてる。あ、そうか。エンジンはね、だって前にはないわけですけど、そのあたりもちゃんとフロントの接地感ちゃんとありますよ。すごいですね。だから面白かったですよ、結構。なるほど。だからあれでしょうね。もちろん絶対的なそのタイムを求めるっていうタイプじゃない。もう車を楽しんでくださいっていう車。ね、元祖 A110 は先ほども話した RR、リアエンジンリアドライブに対して、この車を開発するときにやっぱさすがに現代で RR はいろいろちょっと難しいところがあるということで、この車ではミッドシップレイアウトを選んだ。それは正解ですかね。正解です。今時です。現代の車としてはめっちゃ軽量なんですよね。動きいいですよ。1100キロぐらいかな。1110キロってなってますね。 86BRZ より軽い。そうですよね。292馬力あって、で重さが1110ですから、かなりやっぱパワーウェイトレシオもいいといいですよね。長さが4205、幅が1800ちょうどで、高さが1250と。ライトウェイトスポーツの本当にこのサイズですね。そうですね。ルーフもね、これカーボンですね。エンブレムがこうねブラックになっていたりとか、あとはホイールでこうキャリパーの色がオレンジになってあったりとか、細かいところがちょこちょこ変わってるんですけど、フランスでやっぱアルピーヌっぽいと思うのは、全体の印象はノーマルも S もそんなに変わらないんですよね。すごいさりげないの開発者こだわったってのは、なんかスポイラーをやっぱつけない、スタイリング的にこうエレガントというか、それでなんか空力をっていうのなんか言ってましたね。こだわりでしょうね。こだわりですね。本当はあった方がいいんですけどね。あ、そうですか。やっぱりね、スポイラーはやっぱサーキット走るようになると欲しいですよね。ダウンフォースとかいろんな意味で。普通のスタンダード乗った時がね、この車で遊べよって訴えかける車。そのタイムだとかそんなんじゃなくて、車って楽しいだろう。この車で遊べよっていう。そういう訴えかけを感じる車。なるほど。面白い。もうとにかく面白いですよね。アクセル踏んだら横向くし、だけどそれが唐突に出る危ないテールスライドじゃないの。コントロールできるだろうっていうテールスライドの仕方。もう遊ぶには最高でしょ。本当に。だからもうアルピーノには申し訳ないけど、86BRZ の兄貴分的な。じゃあ今それこそ 86BRZ 乗ってる人が、ステップアップじゃないですけど、もうちょっと違う、例えば輸入車乗りたいって時に選んだら、もうそれで不満はないと。マニュアルはなくて、DCT7 速ですかね、だけなんですけど、その辺は別に不満ないですか。全然気にならないですよ。普通にもうスコンスコンスコンと入りますから、全然気にならない。そうですね。ね、スポーツモード、トラックモードがありますしね。あとやっぱり最近そうなのかな、シフトダウンでこうパドルするとボンってね、こう負荷詞を入れてくれるんで、なんか気分もね、上がります。ということで乗り込んでみましたが、どうですか、乗った感じ、第一印象といいますか。やっぱりおしゃれだなっていう。そうですね。こういうスイッチ一つとってもちょっとレトロなおしゃれだよね。そうですね。この辺は今風だよね。そうですね。センターコンソールはね。でもここ自体はね、ちょっとこう宙に浮いてる感じで、下がね空洞になってるところが、この辺のメーター周りなんかもね、こうなんかスポーツカーっていう感じがするよね。カードキーでここに刺すと、そうすると
こうなるほどね、メーターが立ち上がって起動という感じになるんですね。カードキーエンジンかけて、じゃあお願いします。はい、カードが投入されています。カード有効。軽い音だね。軽い音ですね。軽い音だね。これがまたモードをね変えると結構こう雰囲気がね変わったりするんですが、ちなみに、シフトセレクターね、ここにドライブ、ニュートラル、リバースという、ハンドル周りも、このオレンジのステッチはこの S の、いろんなところにオレンジのステッチ使ってますけども、この S モデルの、特徴ですね。この前ちょっとマクラーレン乗った時も、お話したんですけど、シンプルですよね。主張しないね。そうですね。この物置使いにくいな、これ。ね、そうですね。ここね、このこれもうちょっとこう上がるとかさ、ここの張り出しがあるんです。ずれるとかさ。僕がねちょっと好きな、ここにねちょっと置いておけるっていうので、ちょっとここ使いにくいですね。もうちょっとなんか考えればよかったのにね。デザインはねいいんですけどね。デザインはいいんだけど、一つちょっと気が付いたのは、この車ドリンクホルダーがないんですよ。ドリンクホルダーつけろよ。ちょっとこうお股に挟んじゃいます。こうやってドリンクホルダーつけてよ、本当に。かっこいいんだからさ、車。そうですね。ちなみにスポーツモードはここにボタンがあるんですよね。これを押すとメーターも変わるし、なんか音もね、うーってなる。音変わったね。音変わりました。結構走ってると露骨に変わります。これスポーツモード。いいね。ちょっとメーターのアクションがね。いいね、いいね、いいね。2ペダルですしね。そう。今時の本当に RP のですよ。ここにアルミのプレートがあって、この踏ん張るやつ。フットレスト。この手、ここでこうやってれば相当体がねホールドされるんで。だからもうやっぱその血はずっと通ってるよね。そうですね。これ一つ取ってもね、普通考えないでしょ。普通つけないですよ。ここにこのね助手席のアルミのプレートね。そうか、もともとアルピーヌはラリーマシンじゃないですか。だからこっちの運転席のフットレスト、これもものすごいしっかりしてるもん。本当にちょうどいいところにある。踏ん張れる。そう。ものすごいしっかりしてる。やっぱそういうところにね、なんか宿ってますね。こだわってるよね。こういうのがいいね。いいですよね。アルミボディで作って1100キロで仕上げて、ミッドシップでって言ったら1000万超えるよね、普通ね。僕らの業界関係でもう最初出た時に乗ったらみんなやっぱ褒めましたね。いい車だっつって。いいよ本当にさ、もう300馬力近くあって1100キロで、動きは軽快だし、で走らせてみたら危険なところないし、で扱いやすいテールスライドだし、これはね売れるわけだわ。元祖やってもちょっと乗れるねらしいので、元祖乗ってみたいね。元祖乗ってみたいですよね。じゃあこっちのねエンジンもちょっと覗いてみたいと思うんですが、これは RR じゃなくてミッドシップなので、ここはトランクでここにありますね。ガチャリ 1.8 のターボですね。そうですね。で、292馬力が出てるんですけども、まあね、今時ねそんなに見て楽しむようなエンジンでもないかもしれません。ではないですね。はい。結構武骨ですよね。武骨ですよ。だってこれね、これストラップタワーバーみたいな、これただのアルミサッシだよ。そう、アルミサッシ。ね。そう、結構ほら、もう雑だよね。結構意外とね、楽屋裏は意外とね。いやだけど 1.8 のターボで290馬力あれば十分楽しい。そうですよね。十分楽しい。はい。いやこのなんかタワーバータワーバーアルミサッシ。これどう見てもアルミサッシでしょこれ。そうですね。フランスはこういうとこはちょっと。さあそれでは50年前にタイムスリップして乗ってみたいと思います。いいね。後ろにエンジンある感じしますね。やっぱキャブはいい音するね。いや気持ちいいでしょこれ。もう音だけで満足。のんびりだったらつくばとか走れますかね。走れる走れる走れる。もうそのタイムじゃないんだよね。タイムじゃないですよね。タイムじゃないですよね。あ、気分を楽しむ。隣に新型 A1 店が。めっちゃいい音だね。めっちゃいい音。音聞けよって感じだよね。ね。しびれる。全くだ。これに一日乗ったらごちそうさまって感じ。ごちそうさま。お腹いっぱい。お腹いっぱい。満腹ですよね。お腹いっぱい。いい感じに疲れますよね。
でもさ神経使うのはさ、ギアがどこに入ってるかわかんないの。そっかそっかそう。例えば1、3。1はわかる。3、そうですよね。そう。3と5とか。そう。横方向が狭いですか、やっぱ。狭いね。あとはね、やっぱこう普通のアイドリングでクラッチ踏んで入んないもんね。こうやんないと。そっか。あと昔の車でよくローがシンクロがなくて、2速を入れて1に入れるとかいうのもありますよね。ある。こういう古い車だと本当100キロ以内、高速使っても、で楽しいのがいいんですよね。そう本当にそう。今のハイパワー車ってやっぱり100キロぐらいでもう全然回ってないじゃないですか、2000回転以下ぐらい。そうでもう制限速度いっぱいいっぱいなんで、どこでこれ使うんだろうってなっちゃうんですけど、これ古い車ってもう60、80で楽しいですね。もう全然楽しい、全然楽しい。交差点とかでも楽しいじゃないですか。全然楽しい。ギアがこう綺麗に入っただけで嬉しいですよね。そう、本当にそう。現代の車にはちょっとやっぱない。ない。ブンってでもいい切れ味ですね。そうなんだよね。めっちゃいい音。昔を思い出す。でもアイドリングの時とかうるさいとかいうわけじゃないじゃん。ない、全然アイドリングしっかりしてる。そうですよね、しっかりしてますね。だって俺が18の時に箱スカでソレックスの44パイつけてる時なんかアイドリングなんか安定しないもんね。カポ常にこう少しこう踏んでないと落ちちゃいますよね。これで車重がやっぱり700とか800ですね。すごいよね。楽しいですよね。軽より軽いんだよ。軽より軽い。だからこんなのサーキット走ったらもうすんげえ軽快だろうね。そうですね。ビュンビュン曲がると思うよ。でこの車結構ねタイヤもハの字なんですよね。キャンバーついてるね、リアね。ちょっとこの時代にしてはびっくりだよね。そうですね。やっぱ踏ん張るってことですか。そうだね。これだから立ててたらリアが低いスピードで滑っちゃうんだろうね。そうか。まあかっこいいけどね。イタリアの車とかってやっぱエンジンっていうけど、やっぱフランスの車はなんかバランスとか雰囲気だよね。そうですよね。エンジンがすげえエンジンってわけじゃないじゃないはないよね。やっぱあと軽いとか、トータルバランス、あとおしゃれ。いやフランスの車っておしゃれだよ。そうですよね。そうですよね。昔からおしゃれですよ。芸術品ですね。芸術品、本当に芸術品。動く芸術ですね。バイザーいいね。オレンジ色の溶接工。これ新しいな。新しいよね。悪くないですよ。目隠しよりサングラスみたいな感じだから。あ、そうだね。なかなか面白い。いや最高です。このバイザー面白いですね。オレンジ色の。これオリジナル？おお。しゃれてる。オリジナル。やっぱりこれとそれ2台あったらいいですよ。普段はそれでこういう状態でちゃんとね保存してくれているオーナーがいるっていうのはやっぱいいですよね。このね車オーナーは僕も土屋さんも共通の知り合いの方の車ですけど、その方がやっぱりこういうのは自分が持ってるというより預かってる感じなんだと。でまた次いい状態で渡すみたいな、そういう感じで言ってましたね。もうなんか自分の持ち物じゃなくてお預かりしてるみたいな。遺産ですから。そうだね。文化遺産。歴史を楽しむって感じだね。そうですね。まさにそうですね。車の歴史ですよね。そう。50年前の車ってこうだったんだっていうのをね、今はこうやって我々が味わえるわけじゃないですか。本当にこういう風に乗ってタイムスリップして、ああこの時代ってこれがスーパーカーだったんだっていうね。だからそういう楽しみ方だよね。こういう車って。そういうのをね我々こう経験してきた世代ってやっぱ嬉しいですよね。やっぱ今の若い子に言ってもなかなか伝わらないんじゃないですか。その時代やっぱり知らないから。伝わんないな。無理だと思うな。そうですよ。原体験がね。分かんないと思う。分かんないですよね。すげえと思うかもしれないけど。やっぱねこういう車は親父になんないと分かんない。その味。そうね。だからさ、俺が思うにさこういうこう旧車ってさ、スルメみたいなもんなんだよね。若いやつには何この硬いの。だけどやっぱりいろんな味を知ってる親父になってくるとさ、スルメの味がうまいっていう。ちょっとここ少し踏んでください。横。
ちゃ気持ちいいよね。うわ気持ちいい。本当こういう車って法定速度だけでニヤニヤできる。そうなんですよね。もう一切法定速度ないですから。そう。首都高とか流しても楽しいだろうな。うん。ねえ。そう。軽い感じで。ね。めっちゃ気持ちいいでしょ。お腹まあいっぱいというかかなり。お腹いっぱいお腹いっぱい。美味しいお肉いただいた感じです。気使う。気使う。本当に気使う。気使うわ。お疲れ様です。お疲れです。さあ2020年代に。本当だよね。現代のアルピーヌ。現代。いや楽ですね。楽だよね。全然楽だよね。A1 で乗ったらカロリー消費したっていうかお腹空きますね。ぐっと。そう。なんか本当そう。ね。体力使うよね。やっぱりあれから乗り換えるとちょっと大きい。これでも大きい感じしますね。おお。これはこれで今時のパワーだよね。これはこれでそう軽さは感じますね。でもね、軽いって感じますよ。乗り心地はいいな。普通に全然いいですね。そう今時の車だよね。そうですね。で僕が車屋さんから聞いたのは、この車出たばっかの時、水店でやっぱ買った人が結構いると。もういきなりオーダーして。あ、そう。でそういう人が結構納車されて、結構すぐ手放しちゃった人が割と何人かいたと。なんで手放しちゃうんだろうね。期待しもっと刺激的と思ってたみたいですね。はいはいはい。そしたらまあパッと乗り穏やかじゃないですか。よくできてるし。だからちょっと求めてたものとは違ったのかもしれない。刺激的じゃなかったんだ。そうよくできすぎてたということなのかもしれないですね。マイルドだと思ったより。なるほどね、そういうことか。でも結局長くデイリーに乗るならやっぱこういうのいいですね。さっきと走らせたこと言ってましたけど、やっぱさっきと走らすとよかったよ。ちゃんとスポーツカーしてますよね。そう。本当よかったよ。だから本当ドアトゥーサーキットなんですよね。お家から普通に乗っていって快楽的に走れてサーキット走らせても楽しめるっていう。そう思う。そこはすごいですよね。いや本当にね、86BRZ で物足んない人はこれに乗ったら絶対満足する。やっぱそういう車ですか。そう。FR 乗りが乗ったらね、本当に FR みたいに動くから、変にミッドシップって固まんなくていいよ。やっぱ普通ミッドシップと FR って結構違うものなんですか？違うよね。やっぱり後ろがねちょっと敏感だよね。そのグリップのレベルは高いんだけど、その滑り出しのところがちょっと怖いよね、ミッドシップは。だけどその怖さがないんだよね。これはミッドシップだけどそこらが穏やか。そう、FR っぽく後ろが流れてくれるから楽だったね。楽っていうか楽しかったね。そうか、怖さがない。そうミッドシップに対してのちょっと構えるようなところがないと。構えなくていい。全然構えなくていい。じゃあまさに 86BRZ とか FR から乗り換えて違和感なく。そう本当にそう。でモアパワーというか、やっぱりねこのパワーは魅力だよ。86でパワーどれぐらいですか？200馬力。200か。まあこれが292ありますからね。だけど実際その 86BRZ のパワーって180あるかな。実際は。実際の 86BRZ とかまあ100馬力ぐらいね、上乗せって感じですもんね。これは違う。重さだってでもこれが重いわけじゃないですもんね。これは1100ちょっとだからさ、で 86BRZ だと1350ぐらいあるから。そうか、重さは200キロぐらいこっちの。そうだからそう考えると、これはね、まあ 86BRZ の車重に関して言えば、300馬力弱だけどもさ、全然パワーがあるように感じる。軽いから。だから動きは軽快だわ、パワーはあるわって感じ。86BRZ は350万で買えるけど、そうですね、値段が違いますからね。そう、コンプリートで800万でこれが手に入るっていうのは魅力だと思うよ。いじりたくないんだよ。ノーマルでなんかいい車ない？ 86BRZ ちょっとパワーがなくてつまんないんだよねっていう人にとっては、これはもうドンピシャ。本当に。まあね、このオートマチックっていうかね DCG ですしね、でも結構こうバーンってやってくれるんですよ、シフトダウンの時に。スポーツモードだと、パドルを使わなくても、中ぶかし入れるんですよ、シフトダウン。あ、そう。ちょっと気分ですね、それがね。いい音するよね。いい音しますよね。
ただもう今時のスポーツカーだってもうアクセル上げたらすぐ戻してブレーキ踏まないと、そうね、本当にそう行動ではね、いやスポーツカーらしくちゃんと音も演出してるのがいいね。してますね。あと僕これ乗って鈴鹿まで去年行った時に、高速道路走ってると前の車がビュンビュン避けるんですよ。あ、そうでハイビームでもないのに何かなと思って、で実際この車に後ろに疲れた時に、これ4つ目なんですよ、昔のアルピーンのね、で4つがやっぱデイタイムも4つ目が光ってて、やっぱねオーラがすげえのが来たみたいな感じがやっぱあるんですよね。だからやっぱりなんかこうスポーツカーオーラあるなと思って、すっごいね高速走りやすいですよ。前レーザービームみたいになんかヒュンヒュンヒュンって結構ねよけてくれるんですよ。そういうところもなんかねスポーツカーだなと思いました。オーラがある。なるほどね。いや初代もかっこいいな。初代いいですね。綺麗。だから本当初代持っててこれを足にするね、日頃の足にするなんてすげえ贅沢でおしゃれじゃないですか。おしゃれ、ね、おしゃれですよね。いや初代綺麗ですよね。セクシーだよ。やっぱりあの時代の形ってね今は作れない。無理だろうな、本当に。安全のね、衝突とかもあるし、いろんな要件をねでやっぱり無理なんですけど、この車かなりね頑張ってね初代の面影を再現してるとは思いますけどね。いやだって今時で1100キロってすごいよ。そうですよね。すごい。今時の車としてのいろんな要件を満たして1100キロってことは、そうすごいと思う。車重変わってないよね。そうですね。1110キロだから同じですね。だからそこにやっぱりアルピーヌらしさを感じるよね。軽さが武器だっていうさ、そうですね。この車格で1100キロ台の車を作って300馬力ってさ、ほんと気持ちいいからサーキット走ると。そうですよね。でもやっぱ車を軽くするって大変なことなわけですよね。めっちゃ大変。だからそこにこだわりがあるじゃん。アルミボディで作っちゃうっていう。そうですね。アルミボディで作っちゃったのに800万で抑える。そうですよね。これ輸入元ルノージャポンなんですけど、泣いてました。もっと高い値段にしてほしかったっつって。そう思う、本当にそう思う。儲けがないって。本当そう思う。1000万取れますよね。取れるね、取れるね。アルミボディだとやっぱ取れるよね。で実際この新しいアルピーヌは本国のフランスの次に日本が売れてる、世界の中で。あ、そう。だから日本人はやっぱり見る目がある。そうですね。見る目がある。車好きのいい車、レベルが高い。そう、いい車、走る車っていうさ、見る目がある。ルノージャポンにしたらもうちょっと高い値段つけてほしかったなって本国がね。いやそう思うよ本当に。ユーザーからするとそれはもう嬉しいですね。800万ね。約800万で。だからすごいと思うよ。これ流用してないんだから、このボディ、アルミボディ。そうなんですよ。ね、これアルピーヌ久々の復活ですし、他のねいろんなパーツがほぼほぼ専用なんでね。そこがね。ですよね。割り切りがすごいっていうかさ。日本のやっぱりメーカーだと今それできないじゃないですか。できないできない。ね、その車だけ。絶対できない。スポーツカーだけのために全部開発するって。できない。フランス人ってでもよく昔から変態って言いますからね。やっぱり、ちょっと変態的なところが普通じゃない。あるね。ありますよね。フランスはだって怪しい店ばっかりだもん。フランスの繁華街とか。そう。ルマンもねフランスですし、結構フランスも行かれて。ディープだね。フランス人ってなんかイメージ的にねちょっと偏屈とか、こだわりが強い。そう。面倒くさそうだけどやっぱいいもの作りますよね。と思うな。でもこういう風に初代と現行両方乗れるってなかなかないですよね。ないですよね。これはね今の車はまあ借りればメーカーが借りれば乗れますけど、あの初代はなかなか乗れないよ。だけど血は通ってるね。初代に乗ってからこれのでまた癒されていいですね。なんでもうちょっとこう使いやすく作んないんだろうね。そのドリンクホルダーにしてもこの物置にしてもさ、この物置使えないじゃん。物置そうですね。ね、こういうところは気にしないんだよね。もうね
フランス車が好きになるとね、もうそういうとこも許すんですよね。あやっぱフランス車だねなんつって、なんかこう悪いところも俺だけが知っているみたいな。今時の車なんだから使いやすくしたらと思うんだけどさ何のこだわりなんですかね。だからそういうところがねおかしいよね。だってね、このねキーここに助手席の前なんですけど、これまあまあ使いにくいですよ。と思うよ。だって助手席の前やってよいしょって言ってさせなきゃいけないですから。と思うよ。逆に助手席の人が抜いちゃったらどうするんだとか思いますけどね。子供なんか抜いたらどうすんのっていうさ。まあフランス人は変態だってことで。鍵もねまた全然高級感ポッチもないんです。プラスチックのカードみたいな。そういうとこにはあんまり気にしない。おしゃれな国なんだからさもうちょっとこうおしゃれに気を使ってよ。ポルシェでもベンツでも BM でもあるよ。すごいかっこいい乗り物なんですよね。ある。あとほらウィンドウとかもここなんですよ。パワーウィンドウスイッチが、ドアにはついてないんですよ。なんでここにあるのかな。慣れれば別にいいですけど、慣れればね、普通ドアについてます、ね、そうにしても柔らかいな乗り心地が。しっとり段差越えた時にねガッツンガツン全然来ないですもんね。来ない。ほんとしっとりしてる。足は固めなんだけどしっとりしてる。そうですよね。フランス車なんですよそれがやっぱり。さあ50年の時を超えた車両が、そうだよね。50年前から現代までタイムスイップしてまいりました。車の進化の歴史を、変態フランス人の作った車はなかなかいいよ。変態の世界にはまったらもうちょっと抜け出せない快感が。全くだ。お疲れ様でした。お疲れでした。で、初代と現行、50年の時を超えるアルピニ2台乗ってまいりました、いかがですか？やっぱ50年前のアルピーヌ、旧車全体をね、見て味があるですね。でもさゆっくり走ってお腹いっぱいになる車ってないよ。今日だいたいこれ50キロぐらいまでしか出してないですからね、でもしびれました本当にね。確かにお腹いっぱいになったんですけど、なんか今お腹空いてます。カロリー結構使いました。使うね、でその後にねまたこっちに乗ると現行はね癒される、だからこのままのさアルピーヌの血を引き継いでる、ちゃんと感じましたね、これも700キロ台で、その当時としたらスーパーカーなわけよ、ね、でそのままじゃあこれはって言ったら普通にスポーツカー作ったんじゃなくて、アルミボディでこだわって1100キロ台にして、今の車で1100キロですからね。で 1.8 リッターターボでしょ、でパワー的にもさうわーってくるじゃん。きますね。結構これもスポーツモードなんか入れるとね、踏むとうわーってきますよね。で音もちゃんと演出で出してるしさ、やっぱこれはこれで現行型としては本当に今時のスポーツカーだな。で土屋さんおっしゃったように、今の国産のスポーツカーからちょっとステップアップしたい人にはおすすめできる、と思う感じですよね。大変貴重なですね、もうこの初代のオーナーにもご協力いただきまして、ありがとうございました。ということで今日はですね、フランスのスーパーカー2台ドリキン土屋さんと一緒にお届けしてまいりました、またアンバサダーとして、引き続きまた次も面白い企画を考えますので、ぜひよろしくお願いします。次回も見てください。